はい、それでは今日もランクルゼミナール始めていきたいと思います。よろしくお願いします。でこれがまた明確な答えがございませんというのが正しいと思ってまして、例えば日本の高速道路とかそういったところをずっと走っていく、例えば10万キロ20万キロとオーストラリアですとかね、あと中東の砂漠ですとか、そういったところものすごく激しい路面を走る10万キロってやっぱりダメージ全然違いますよね。なんである路面をある距離数走るっていうことを実は基準として設けているわけではない。また言うと、先ほどオーストラリアの話しましたけども、あるサスペンションに関してはそういう厳しいところを走るとすごく厳しい入力になるよ。なんだけど例えば駆動系みたいなそのエンジンのトルクを伝えるみたいなところでいくと、決してそこだけが厳しいわけじゃないよ。例えば全速力で走るとかスタートダッシュを繰り返すと、そういうところも基準としては厳しいですね。なので各々のセクションが各々自分たちの持っている部品に対してこれであったらランクルとして大丈夫だという基準を設けながら作り上げていっているのがランドクルーザーだというふうに理解をしてもらえばいいかなと思います。なのである部品は例えばある路面を20万キロ走っても壊れないと、ある部品は例えば少しだけ生きて帰ってこられるに影響のないところだったら少し緩いところもあるかもしれないよ。それが全部積み重なってランドクルーザーという形になっていますね。難しいんですけど、これがまた例えば今回いろんなところ一新してるんですよね。当然技術が進歩してるので軽くしつつ強度もしっかりと持たせるっていうこともやってきてます。ただし今度は動力性能上がってます。今度は動力性能上がってるとまたそこでお客様の使い方使われ方が変わってくるかもしれない。だからそこに応じて今までと同じ走り方をした時には同等以上の実力を持ってる状態で一応作ってはいるつもりなんですけど、さらにはもっともっと激しい走らせ方をした時に今度は基準を改めていかないといけない。だから一概に大変難しいのは結局そこもお客様がどう使っていただくかによってそのランクの基準っていうものは進化をしていかないといけないというところだと思います。ちょっと直接の回答じゃないかもしれないですけどね。例えば今回の300でいくと14年ぶりのフルモデルチェンジという形になっています。逆に言うとその14年間はフルモデルチェンジをしなくてもという言い方はあれなんですけども、お客さんの要望ずっと全世界で販売をさせていただくにおいてなんとかやってこれた。でそのサイクルっていうのは両方の側面があるんですよね。で会社としてより例えばやっぱりビジネスですから販売が少し滞ってくるですとか、そういったところに当然魅力的な装備であったり商品であったりを投入していかないといけないっていう側面と、もう一つはランクルがずっとそれこそ生き続けていくためにいろんな国におけるその基準、例えば法規制だとか排気規制だとかいろいろあるんですけど、そういったことにお答えをしていかないといけない。実際に今回の300はもう200のある意味プラットフォームですとかエンジンユニット系だとどうしてもその次の世代にいけないということが分かっておりましたので、そこのところで一新を加えた。だから定期的にモデルチェンジをいつやりますということではもう今の時代においてはないなというふうに思っています。走りやすさっていう基準がまたこれ大変難しいと思っていて、乗り心地がいいというのを例えば走りやすく感じられるお客様、もしくはスポーツカーみたいに本当にスッススッス動いてそれこそがやっぱり走りやすいんだって言われるお客様いろいろいらっしゃると思うんですよね。でランクルがまず共通して一つ運転のしやすさっていう目線でいくと、やっぱりその着座位置が高い、車高が高い、目線が高いということは当然遠くまでも見えますし、周りの状況もよく見えるというところから、ここは本当にオフであってもオンロードであってもそれは変わらない運転のしやすさにつながっているんじゃないかな。でもう一つはやっぱり使っていただくシーンというか、ライトデューティーヘビーデューティー、正称それこそこの三者三様に今はなってるんですけれども、
そのオンロードでどこまでって言ったらあれですね、完全にやっぱりオフロードとオフロードのトップでありながらオンロードのトップであるっていうのは完全にやっぱり両立しないです。それはなぜかっていうと、オンロードの性能って一般的には重心が低ければ低いほど性能が良くなる、そういった方向にありますよね。なんだけどそれをやっちゃうとランクルのアクロ走破性は当然担保できなくなるというところから、やっぱりバランスなんですよね。それぞれのモデルにおいてどこをオフロードでは当然ある性能を持ちながらオンロードの性能をどこまで担保させるか、これが各々のモデルによってやっぱり考え方っていうのがあると思っています。はい、本日のゼミナールはこれで終わりです。これからもよろしくお願いします。